ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。主に取り上げる話題は2つです。まず第一に、5月9日はロシアにとっては第二次世界大戦でドイツに勝利した記念日です。この記念日においては、ロシア国内中で例年では軍事パレードなどが開催され、ドイツに勝利した大祖国防衛戦争に勝利したということを祝う日です。ところが今年はそうしたお祝いする気分とは少し違った状況になっています。5月9日対ドイツ戦戦勝記念日、この関連ニュースから現在のウクライナ情勢について全体を俯瞰して解説をしようと思います。そして取り上げる話題2つ目はロシア軍内部における駆け引き。前回までの動画で傭兵部隊ワグネルの頭目プリゴジン氏が弾薬をよこせ、これをよこさないのであれば撤退する。撤退のための準備としてチェチェン共和国のカディロフ首相と話し合いを行い、彼の部隊がすでに現地に到着しつつあるといったような話などについて取り上げてきました。その後の顛末についても解説をしておきましょう。それではロシアにとって第二次世界大戦の輝かしい勝利をお祝いする対ドイツ戦戦勝記念日についての関連ニュースから。ロシア軍事パレード中止で損耗隠蔽か。9日に対ドイツ戦勝記念日。ロシアは9日、第二次大戦の対ドイツ戦勝記念日を迎える。ウクライナ侵略を続ける中、首都モスクワなど各地で行われる恒例の軍事パレードは今年、少なくとも20都市以上で中止が決定されたと伝えられる。3日に起きたロシア大統領府への無人機攻撃などを踏まえた安全対策が理由とされる一方、侵略による人員や兵器の損耗を隠すためだとの見方も出ている。プーチン大統領は当日、モスクワで行われる式典で演説する予定。軍事パレードとともに国民の愛国心を鼓舞し、団結を内外に誇示する機会としたい思惑だ。ショイグ国防相が3月に説明したところでは、モスクワ中心部の赤の広場での軍事パレードには、軍人1万人超と戦車など125の地上兵器が参加する予定だ。将兵1万2000人と190の兵器が参加したウクライナ侵略前の2021年より小規模だが、昨年とはほぼ同じ規模となる。ただ例年は、事前にパレードに加わる兵器が発表されるが、今年は7日時点でも明らかにされていない。航空部隊の参加の有無も公表されていない。軍事パレードについてショイグ氏は3月時点で2022年と同数の28都市で実施すると表明していた。しかし、ロシア独立系メディアは少なくとも21都市でパレードの中止が決定されたと伝えた。ロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島や同国国境に近い都市だけではなく、国境から数千キロ離れた複数の都市も含まれるという。アメリカシンクタンク戦争研究所は各地での軍事パレード中止について安全対策を名目にウクライナ侵略によるロシア軍戦力の損耗を覆い隠そうとしている可能性が高いと指摘。自作自演説が指摘されるクレムリンへの無人機攻撃もパレード中止を正当化する口実と分析する。今年は第二次大戦に従軍した親族の遺影を掲げて各地の市民が行進する政権側主導の行事、不滅の連隊の開催も見送られた。戦争研究所は、行進の中止に関して、ウクライナ侵略での戦死者の遺影を掲げて、多数の市民が行進し、ロシア社会に反戦機運が高まる事態を政権が危惧していることの表れだろうと分析。イギリス国防省も、ウクライナ侵略への抗議の場となることを警戒して、不滅の連隊を中止した可能性があると指摘した。対ドイツ戦勝記念日として、ロシア各地において軍事パレードなどが行われていたというのがこれまでだったのですが、今年に関しては、そもそも首都モスクワ以外でのパレードについては全面的に中止された可能性があります。パレードを行うのであれば、多くの兵士たちを動員しなければなりませんし、そこに参加する軍用車両なども多く必要です。そのようなパレードに出すための兵器というのは当然のように実際に使えるものでなければなりません。しかし今まさにウクライナの戦場においてそのような使える兵器が必要な時です。兵士たちも必要です。そのようなことを考えると、ロシア国内各地でそのような軍事パレードを行う余裕は今のロシアにはないでしょう。だからこそつい先日、ロシアの首都モスクワに対するドローン攻撃が行われた件について言っても、このような軍事パレードを行わないための一つの口実として利用するため自作自演したのではないかと言われているわけです。首都が攻撃されるぐらいにウクライナの攻撃があるんだから、今
軍事パレードを各地で行うことなど警戒心が足りないのではないかみたいな話をしたいわけです。ただし、クレムリンに対するドローン攻撃、未だに誰が犯人かというのを確定はしていません。ですから、あくまでも自作自演だろうというのも有力な説の一つとして今は言うほかありません。そして、軍事パレードに参加する予定の戦車などについて言っても、当然のように兵士たちも駆り出されなければならないのですから、その規模についていても縮小される見込みとなっています。記事においては、同程度の規模でモスクワで行われる軍事パレードは開催されるだろうとしています。しかし、参加する兵器の内容については大きく変わるだろうと言われています。特に、ウクライナの戦場において、あまり気味な兵器としては対空兵器があります。ですから、戦車の数がものすごく少なくなって、代わりに対空兵器や実際にはほとんど使われることのないような大陸間弾道ミサイルの車列ばかりが並んでくるなんていうことも十分あり得るわけです。そして記事で指摘されていたように、市民が多く参加する行事、不滅の連隊の行進は中止となっています。戦場で亡くなった人たちの遺影を掲げて行進するこの行事に、今回のウクライナの戦場で亡くなった人たちの家を掲げる人たちがたくさん参加することとなれば、それが映像としてロシア国内中に放映され、ショックを受ける人たちも当然出てくることでしょう。そのようなことにならないように行進行事そのものを中止した可能性は十分あると思います。それでは、ロシアによる本格的な侵略が始まって以降、戦場になってしまったウクライナでは、どのような戦局の推移があったか全体を一度振り返っておきましょう。ロシア軍がどんどんと占領地域を広げていったのは、まさに本格的な侵攻が始まった初期から2ヶ月ほど経った時期です。ロシア軍はウクライナの首都キーウ攻略を目指して進軍し、第2の都市ハルキウにおいても包囲戦を行いました。また東部戦線でも攻勢をかけ、南部においてもクリミア半島から侵入したロシア軍がドニプロ川を越えてヘルソン州を蹂躙しました。しかし、ウクライナを滅亡させようという目論見は失敗しました。そもそもこれだけ大規模に多方面からの攻撃を行うことは、ロシア軍にとっては十分な兵隊能力はありませんでした。ですから、攻勢限界点を迎えたロシア軍は、方々において補給の不足が発生し、戦力が大幅に低下。まず最初に、ウクライナの首都キーウ攻略が完全に失敗し、撤退するほかありませんでした。その後、ウクライナ軍の反撃に伴って、占領地は徐々に奪還されていくこととなります。特に2022年秋に行われたハルキウ州における反攻作戦は、ロシア軍にとって戦史に残るような大敗北を喫するものとなりました。続けて行われた南部ヘルソン州における反攻作戦においても、ドニプロ川西岸地域からロシア軍を撤退させることに成功しています。戦争研究所ではこのような戦局の推移について、ロシア軍の占領地は最大値から見た場合においてすでに半分程度についてはウクライナ軍が奪還したと評価しています。では、現状どのようになっているのか。左が2022年11月、ハルキウ電撃戦の結果や南部の戦いでの結果を反映したものです。ウクライナ軍が奪還した地域は水色、そしてロシア軍の占領している地域は赤く塗られています。そこからロシア軍の冬の攻勢が始まります。しかし、冬の攻勢が終わった後現在、2023年5月、現在の戦局です。戦争研究所の評価としては、この冬の間の攻勢をウクライナ軍は耐え切ったと評価しています。そのことは地図でも反映されています。ロシア軍の占領している地域、赤色の部分は、この縮尺での地図においては、ほとんど変化がないと言えるぐらいです。ただ、この地図において一つ勘違いが生まれています。それは、戦争研究所のマップでは、ロシア軍によるウクライナの首都攻略作戦によって奪還した地域については、現在の戦況マップにおいてはもはや表示すらしていません。つまり、奪還した水色の部分が減っているのです。それに伴ってロシア軍の占領地域に比べて、水色の奪還地域が小さいじゃないかと勘違いして、ロシア軍の大勝利といったことを言い続けるようなアカウントが今でも堂々と主張を繰り広げています。しかし私のチャンネルを見ている人であれば、この戦局の推移についてずっと解説をしてきましたから、ウクライナ軍の領土奪還が進んできて今があるということをご存知でしょう。ですから、戦局の全体を見るということは、どこかの局地戦において少しロシア軍が前進したんだからロシア軍の大勝利だといったような全体の評価にはならないのです。続いては、戦局全体ではなく、
局地戦についての話をしましょう。ワグネル、ウクライナ要衝バフムト撤退方針転換か。武器供給約束された。ロシアの民間軍事会社ワグネル創設者のプリゴジン氏は、ロシア政府がさらなる武器供給を約束したとして、ウクライナ東部ドネツク州の要衝バフムトからの撤退方針を転換し、攻撃を継続する可能性を示唆した。ワグネルはロシアによるバフムトでの攻撃を主導してきたが、プリゴジン氏は弾薬が不足し、無駄で不当な損失を被っているとして、10日に部隊をバフムトから撤退させると表明していた。しかし、7日にテレグラムに投稿された音声メッセージでは、我々はさらなる作戦を継続するために必要なだけの弾薬と武器を約束されていると述べた。ウクライナ東部軍の広報担当官は、プリゴジン氏の発言に関するロイターの質問に対し、ロシアの部隊は十分すぎるほど弾薬を持っていると指摘。プリゴジン氏の発言は、ワグネルがかなり多くの兵力を投入して受けた大きな損失から目をそらさせるのが狙いだと述べた。結論から言えばプリゴジン氏の駆け引きが大勝利に終わった形となりました。以前の動画で解説を行いましたが、プリゴジン氏が批判しているのはあくまでもロシア軍の上層部であるショイグ国防相やゲラシモフ参謀総長であって、プーチン大統領には決して批判の言葉を投げかけませんでした。つまり、暗にプーチン大統領に直訴するような形であったとも言えます。そのような駆け引きをさらに進めるために、自分たちの要求が通らないんであれば、10日には撤退するかもしれないぞということを、どんどんと話を進めようとしたわけです。その一環として、チェチェン共和国のカディロフ首長と話をつけ、彼の私兵部隊がバフムトに到着し、この後戦闘を引き継ぐのだといったような話などもまとめていたのです。ところが今回武器供給の目処が立ったと話をしている以上、誰がそのような約束を果たすかといえば、ロシア軍上層部に他なりません。つまり、プリゴジン氏の要求が通ったというわけです。このような動きにつながったのは、プーチン大統領がプリゴジン氏を切り捨てるのではなく、まだまだ使えると感じて、正規軍の方から割り当てを優先させるように話したのでしょう。なお、プリゴジン氏が弾薬が不足しているという話をしていたわけですが、戦争研究所やウクライナ側の情報分析によると、彼の言っている不足というのは、攻勢を万全に行うための弾薬量という意味であって、引き渡される弾薬量などについては、他のロシア軍と同等程度について供給はされていたようなのです。ですから、一般的に補給不足というのは、いかにも弾がなくなったどうするんだといったような苦しんでいるような光景を想像するわけですが、プリゴジン氏の言っている話というのは、弾は足りているんだけど、これは足りているだけであって、自分たちが優先に戦いを進めるための有り余った弾薬が来てないじゃないかという意味合いだということです。そしてプリゴジン氏はバフムトでの攻勢を続けるという話へと今回進んだわけですが、増援を求められたチェチェン共和国のカディロフ首長はすでに現地に部隊を派遣しており、おそらくこの部隊も戦闘に参加するかもしれません。そしてカディロフ首長についての話を前回の動画などで解説したのですが、少し誤解をさせてしまった面もあるようなので、改めて補足の解説をしておきましょう。前回の動画においてどのような誤解をさせてしまったかについてなのですが、私はロシアは連邦国家であり、その連邦の構成国としてチェチェン共和国があるという話をしたつもりだったのですが、チェチェン共和国の部隊がバフムトに来るぞといった話を聞いた人が、そうか、ロシアには味方となる国があったのか、ロシアが孤立しているなんて嘘だ、やっぱり世界はロシアに味方している国が多いんだみたいな話をする人が現れました。あくまでもチェチェン共和国というのはロシア連邦の一構成国であって、ロシアとは別の国ではありません。私としてはその話を強調するためにも、チェチェン共和国はロシアからの分離独立を求める人たちがいて、それを弾圧するために軍事力の行使が行われ、現在のカディロフ首相はそのような独立派の人たちを押さえつけるための武力を有しているという話をしたつもりでした。多くの人たちにとってはそのような誤解はしていないとは思うのですが、一応改めて補足をしておきました。なお、チェチェン共和国の部隊について一言。彼らが国内における分離独立派に対する残虐な行為を行っているということは結構有名なのですが、同じようにしてウクライナの戦場においても同類の行為をしたことが何度となく報告されています。それだけではなく、全く異なる趣旨の異名も持っています。それは、
TikTok 部隊です。チェチェン共和国の部隊に対して TikTok 部隊などという呼ばれ方がするのは、実際に戦闘するふりをしている動画などを積極的にとって広報し、自分たちは勇敢に戦っている、自分たちはとても強い軍隊でウクライナ軍を圧倒しているといったような広報をするための撮影にものすごく時間をかけていて、実際には前線に全然出てきていないんじゃないのという話などがあるからです。しかも、前線に対して出てもいないと言われる、その割には、ウクライナ軍にかなりの打撃を受け、派遣された部隊は全滅もしくは壊滅的な打撃を受けたとさえ言われているのです。ですから、2022年当時には派遣された部隊の話時々出てきたのですが、ウクライナ軍からの攻撃を受けてボロボロになった後においては、ウクライナの戦場にいるのかさえわからないほどにその存在は小さいものとなっていたのです。ただ、チェチェン共和国においては分離独立派の人たちもいますから、カディロフ首相は自分の身を守るためにも軍事力を要請し続けています。ですから、紙幣の部隊がいくつもあって、それらのうちの一つを今回派遣することができているわけです。彼らがバフムトに入ったというのであれば、おそらくこれからも TikTok に自分たちの広報用の動画などを投稿することでしょう。ただ、バフムトは非常に激しい戦闘が続いている現状ですから、そのようなふざけた行為をしていると攻撃の標的にされてあっという間に退場させられるかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと役に立ったなとか、チャンネルの支持者は SNS 等での拡散などもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。